トを難しくさせたのはアメリカのあるコンプレックスがあったから。本当は分かりやすく伝えないことの方がアートのためなのかもしれない。現代アートを面白くさせるのは私たちだと思うから。はい、こんにちは、ラチです。今回のテーマは現代アートについてお話ししていきたいと思います。アートとは何か、この大きな問題を提起したのが現代アートのやったことです。今もし私がアートとは何ですかっていう質問に答えるとしたら、アートと説明できるものがアートですと答えると思います。それぐらい何にも言ってない。でもそれしか言えない。今回はですね、そうなった経緯っていうのを、構造をね、お話ししていきたいと思います。まずですね、現代アートっていう名前で誤解されがちなのですが、現在21世紀の私たちがアート作品を作ったらそれがすべからく現代アートですというわけではありません。アートっていう大きい分類の中に、例えば油絵があったり、日本画があったり、彫刻があったり、版画があったりします。日本では陶芸の世界が結構マーケットとしては大きいのですが、アートっていう大きな芸術作品を作っているものの中に、一つとして現代アートっていうカテゴリーがあるんですね。英語で言うとコンテンポラリーアート、これがおよそ日本の現代アートとイコールで言えるのではないでしょうか。コンテンポラリー、直訳すると現代っていう言葉になってくるので、日本では現代アートと、親しまれているかと思います。コンテンポラリーっていうと、コンテンポラリーダンスの方が、もしかしたら市民権を得ているかと思います。アートってたくさんあります。だから広すぎて定義できない。でもメインストリームはありますよ。それがコンテンポラリーアートですというふうに考えていただけるといいと思います。そしてコンテンポラリーアートと一概に言ってもその中も広いんですね。でもコンテンポラリーアートの中にも王道がありますっていうのが、大きな全体像になってくるかなと思います。ではここで一つ、コンテンポラリーアートっていうのは一体何をしているアートなのでしょうか。西洋美術史およそ500年ありますが、500年の歴史の中で私たちが学んだことが一つあります。それはアート作品っていうのは何百年残るものだということなんです。ですので21世紀の私たちが何か作品を作ったとしたら、それは22世紀あるいは23世紀の未来の人たちが鑑賞するかもしれない。なのでコンテンポラリーアートはこの現時点を制作するアート作品にすることで、未来の人たちが21世紀を感じさせてくれる、こういうアートを目指しているんです。なので今現在の私たちからするとあんまり新しさがない、面白みもない作品もあると思うんです。このチャンネルを見てくださっているアートが好きな方たくさんいらっしゃると思います。その中には、過去のもの、ノスタルジックなもの、古典的なものが好きだよっていう方もいらっしゃると思います。あるいは近未来を感じさせてくれるもの、新しさを感じさせてくれるもの、そういった非日常を感じさせてくれているアートの方が好きって言っている視聴者さんもたくさんいるかと思います。そういう人たちから見ると現時点を描いている現代アートは面白みがないかもしれない。でも現時点の私たちの鑑賞方法としては、この漠然とした時代感、もやもやっとした時代感を大々的にアートとして具現化してくれるっていうところに、この現代アート、コンテンポラリーアートの面白さっていうのがあるのではないでしょうか。さて、現代アートの構造についてここでまとめたところで一つ疑問が出てきます。なぜ現代アート、コンテンポラリーアートは未来の人たちに対して絵を描いているのでしょうか。お客さんとしては今現在いる人たちですよね。今現時点で売れるっていうことがすごく大事なはずなのに、どうしてコンテンポラリーアーティストは、未来を見据えて絵を描いているのでしょうか。その答えを紐解くにはモダンアートのポジションを一回整理する必要があります。美術史を大きく3つに分けたとすると、古典美術、近代美術、そして現代美術があります。
古典美術っていうのはおおよそルネサンスから産業革命まで、近代美術は産業革命から世界大戦まで、そして現代美術っていうのは世界大戦以降のことをおおよそこの3つ分けられるかなと思うんです。近代美術はモダンアートというわけなんですけど、モダンアートって言っちゃってるんですよね。モダンアートってここで言ってるから、その次にある美術ってどういう意味でやろうっていうことでコンテンポラリーアートっていう名前がついたんだと思うんですよ。じゃあなんでモダンアートっていう名前が付けられたかというと、それ以前古典美術で一回アートが終わってるからなんです。古典絵画と近代絵画の間に一体何が起こったのでしょうか。大きい要因の一つにクライアントが変化したっていうのがあります。古典絵画、例えばルネサンスとかバロックの時代のクライアントって言ったら誰でしょう。例えば王族、貴族、教会、教皇ですね。教会が宗教絵画を描いてくださいとか、王族がお見合いのために肖像画を描いてくださいとか、そういう依頼の上で、芸術家が絵を制作して、あるいは建築を作って、そして、クライアントに渡すと。で、報酬をもらう。こういうサイクルだったんです。そういうリアルな市場が動いていました。それが近代絵画になってくると、クライアントが変化します。それまでの王族貴族ではなくて、企業がクライアントになって絵を依頼するわけです。こういう商品を作りたいからパッケージをお願いしますとか、こういう舞台を作りたいからこのポスターを作ってくださいとかっていう依頼が出てくるわけです。そうやって受注して絵を制作して納品する。この職業のことを現在の私たちはデザイナーとかイラストレーターっていうんですね。なのでリアルな市場の延長線上にいるのはアーティストではなくデザイナーになるんです。後にモダンアーティストと分けられる芸術家たちはこの時点で大混乱です。もう何を信じて描いたらいいのか、それが分からなくなってしまったんですね。そこで出てきたのが美術史というパッケージされた学問でした。ジョルジュ・バザーリっていう人が美術史を語る上で欠かせない人物になっていきます。でもその人16世紀頃の人で、それ以降西洋美術史が体系化されることって長くありませんでした。それが動いたのが、ようやく西洋美術史が体系化して動いてきたのが18世紀の中頃になってきます。ウィンケルマンという人が1755年にギリシア芸術模倣論、そして1764年に古代美術史というものを出しまして、そこから西洋美術史が少しずつ動いていくことになりました。19世紀の後半になってくると、作品の鑑定技術が飛躍的に進化したことによって、より美術史の精度が上がっていきます。少しずつ西洋美術史が独立した学問として捉えられるようになってきました。様式論とか様式学っていうふうに言われていて、特性を踏まえた上で、作品たちを分類していく。形式的素要素を中心として、歴史を作り出す方法として、どんどん古典絵画が整理されていく、そんな時代になっていきました。そういったパッケージ化された絵画史があって現在に至るという意味で、モダンアートっていう枠組みが作られたわけなんですね。モダンアーティストと後に呼ばれた人たちは、この学問の延長上に行こうとして、いろんなイズムを掲げながらいろんな芸術作品が誕生していったんです。主なところで言うと、例えば印象派とかキュビズムとかシュルレアリズムとか、そういうものがたくさん誕生してきました。そんなあまたある作品の中で一定の評価を得たものの一つがキュビズムだったんです。キュビズムがやったことって、500年近く続いていた西洋美術史の描き方の基本をひっくり返したものでした。写実的とはとても言えない。だけど違ったやり方でリアルを追求していく。それがキュビズムがやったことでした。またもう一つ、ダダイズムについても、現代アートを語る上でちょっと取り上げていきたい芸術運動かなと思います。いい意味で内容がないんですね。時代も、世界大戦の真っ只中っていうところもありながら、虚無的というか攻撃的というか、そういう、芸術運動になっていきます。さて、モダンアートをおおよそ整理してきました。ここでもう一回コンテンポラリーアートの立場で、話を進めていきましょう。コンテンポラリーアートが
モダンアートに学んだことは2つあります。一つは美術史っていうものが体系化されてアートが一旦終わってしまったこと。そしてもう一つは学問の延長上にキュビズムやダダイズムのように破壊的なもの、今までの伝統を破壊するようなものが延長上にあるっていうことだったんです。なので現代アートが求めているものはその破壊したキュビズムやダダイズムの延長上にあるもの、これを目指していったんですね。モダンアートとコンテンポラリーアートの境目で押さえておきたいポイントがもう一つあります。それは、アートの市場が西洋からアメリカに移ったよということでした。なぜアメリカがアートの中心になったのでしょうか。その理由はアメリカが歴史コンプレックスがあったからではないでしょうか。1776年に独立したアメリカはその後飛躍的に進化していきました。フランス、イタリア、今まで西洋の文化の中心だったその2つ、あるいはドイツなんていうのは経済的には落ち込んでいきます。これだけの経済大国になっておきながら歴史がない、文化がない、アメリカが何をしたかというと、西洋のアート、歴史の象徴、貴族文化の象徴である絵画をたくさん買っていったんですね。1870年にはメトロポリタン美術館、そして1876年にはボストン美術館が開館しています。アメリカの富裕層たちがアートをたくさん買って、そして、市営でその美術館たち、大きな美術館を設立していくことになっていきました。アメリカのアーティストたちが西洋から印象派を取り入れていって、アメリカ印象派が生まれてきたりとか、あとは世界大戦の影響でアーティストたちがたくさんアメリカに亡命してきました。そういった要因からアメリカが、アートをどんどん成長させていって、さらには現代アートの王道を作るまでになっていったんじゃないかなと思います。現代アーティストは文脈っていう言葉をよく使います。これは歴史の延長上に自分のアート作品があるんだよ。そして未来の人たちが、自分の作品を評価してくれるんだよ。この流れを、担保するために文脈という言葉を使います。歴史だと長すぎるので、これをこう小刻みにカットして作ったのが、文脈っていう言葉なんじゃないかなというところです。これあくまでも私の感想なのですが、アメリカから見るアートとヨーロッパから見るアートって少しニュアンスが違うんだと思うんです。ヨーロッパの人からすると今まで何百年もリアルな市場を見てきました。アメリカから見るとこのリアルな市場は見えてこない。むしろ純粋に美術史という学問として見ることができるので、だからこそ、文脈がとっても大事だし、ここの延長上にコンテンポラリーアートがあるんだっていうのを素直に受け止められたんじゃないかなというところです。彼らはモダンアート、そのモダンアートのあまたある中の王道をキュビズムやダダイズムだと定義して、その彼らがやった破壊するもの、今までの伝統を破壊して新しく再構成するものがデュシャンのレディメイドとかポップアートとか、シミュレーショニズムなどのようにつながっていったのだと思います。1980年代、この前後になってくると、例えば環境問題とか人権問題、ジェンダーなどのように大きな社会問題に対して言及するようなアートが増えてきたのではないでしょうか。さらにはメディアアートの登場、アートのジャンルに加わってきたことによって、今までできなかった表現っていうのが、登場してきたかなと思います。そしてそんな中で現代アートをよりややこしくさせる現象が登場してきました。それがサブカルチャーの登場です。日本でいうとサブカルチャーといえば漫画とかアニメがそうやって分類されるかなと思います。村上隆さんもこの日本のサブカルチャーを題材に、アートにねピックアップして持ってきたっていうのが、スーパーフラットでしたよね。このサブカルチャーと対比するように今までアートっていうところをハイカルチャーと分類していきました。ですがカルチャーって一体何なんでしょう。ちょっと古典絵画に戻ってきます。古典絵画におけるカルチャー、文化ですね。文化っていうのは人工的に作った生活様式のことを指していました。貴族文化だったんです。牧歌的な農村生活をしているのではなく、貴族文化で培われたものをカルチャーと呼んでいたんです。その中で生まれたのが絵画であり、建築であり、彫刻だったわけです。
そういった点で考えるとサブカルチャーの方がよりリアルな生活様式を、映し出しているのではないでしょうか。ここからも分かるようにアートっていうのはかつてはリアルな市場だった。それがどんどん遠くなっていったんです。どんどん主観的な題材から客観的な題材になっていって、さらには社会問題にまで飛躍していく、大きく広く、展開していったっていうのがコンテンポラリーアートだったのではないでしょうか。以上が現代アート、そしてその周辺を取り巻くものでした。いかがだったでしょうか。かつてはアートの投票権は庶民にはありませんでした。お金持ってる人がこのアート面白いじゃんって言ってお金かけて、買っていったからアートの定義がどんどんされていったわけです。アートに投票権があったんです。お金持ってる人がね。でももう SNS 時代なんですよ。あ、このアートいいなと思っていいねを押す。これが投票権になるんです。ちょっとお金出したら美術館に行けるわけです。これが投票権になる。それが現在のアートを面白くさせる私たちができる行動だと思うんです。今この現代アートが取り巻いている現状を知ってほしいんです。現代アートを面白くさせるのは私たちだと思うから。こちらのチャンネル、アートの話、美術の話していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。